太平洋の島々が世界地図に記載され、確かな目的地になったのは今からわずか200年ほど前のこと。そこは一攫千金を狙う商人たちにとって、あらゆる可能性に満ちた新世界でした。日本に黒船がやってきた背景にも、ハワイ近海でクジラが取れなくなり、捕鯨船が新たな海を求めて北へ向かったという事情がありました。今回は日本とハワイ2つの開国を重ね合わせながら、楽園の知られざる激動の時代を見ていきます。北太平洋のゴールドラッシュ、ラッコの毛皮貿易とアヘン戦争、カメハメハ大王の資金源、捕鯨バブル、文化復興への道。このキーワードがどんな風につながるのか聞いていってください。それでは行ってみましょう。これは太平洋の歴史の話に必ず登場するクック船長の航海ルートです。太平洋の島々をくまなく回った探検家ということなんですが、なぜか彼が一度上陸した島にはヨーロッパ人の船が急に頻繁に来るようになるんです。実はクック船長はただの探検隊ではなくて、特別なミッションのために航海していたんです。それは何かというと、地図を作ることです。クロノメーターという最新の技術を使って、太平洋の小さな島一つ一つの位置や形をかなり正確に記録していました。それに加えて危険な海域とか補給地とか現地人との付き合い方、交渉の仕方、実際の航海でめちゃめちゃ使えそうな情報満載の航海日誌を書いていたんですね。そしてその航海日誌は地図がついていて出版もされていました。ヨーロッパ6強の投資家商人たちはこの情報をもとにやってきていたんです。その中には当時のビジネスマンたちが反応せずにはいられなくなるような衝撃的な情報も含まれていました。その一つが今回ご紹介するクック船長の3回目の航海でのエピソードです。それはこんな話です。船長たちが太平洋を南から北へ縦断してアラスカから北米沿岸部を探検していた時のことです。乗組員たちは寒さをしのぐために現地の人から帽子や衣服を買いました。代金はガラス玉とか釘とか洋服のボタンなんかです。その時はとりあえず寒さをしのぐ目的ですから何気ない普通の買い物だったわけです。ところがその帰り道に寄った中国で思いもかけないことが起こりました。その毛皮がとんでもないほど高い値段で売れたんです。国へ帰る前にもう一度戻って毛皮を積んでこようと言い出す乗組員も出てきて大変な騒ぎになった、そういう記録だったんです。これが北太平洋のゴールドラッシュ、ラッコの毛皮貿易ブームの始まりでした。クック船長の航海記が出版された翌年には欧米の商人たちが莫大な利益を求めて太平洋へと船を送り込みました。当時のヨーロッパではそれまで貴族だけのものだったお茶を飲む習慣が庶民にも広まり、中国茶が飛ぶように売れていました。その一方で産業革命で大量生産されたイギリス製品は中国ではほとんど売れなかったんです。取引単位は銀でした。イギリスの銀がどんどん中国に流れていくばかりで、イギリスとしては中国にも何か買ってもらわないと割に合わなくなっていたのです。この問題は後にイギリスがインド産のアヘンを中国へ売り込むというアヘン戦争にもつながる流れなんですが、実はそうなる前の段階でお茶を仕入れる側の商人たちはみんな中国の欲しがる商品を血眼で探していたんです。そんな時に飛び込んできたのがこの北太平洋のラッコの毛皮の話だったというわけです。上質なものはいくらでも高く売ることができました。しかしそんなに何度も買う必要のあるものでもありません。利益赤字の解消になるわけではありませんでしたが、儲かるということで乱獲が進んだ結果、絶滅が危惧されるほど激減してしまい、ビジネスとしては19世紀の初めにはもう破綻してしまっていたんです。そんな中、欧米の商人たちは中国人が欲しがる商品は何かないもんか、まだ探し続けていました。そして目をつけたものがラッコの毛皮を買いにつけに行く船が必ず立ち寄る重要な補給地、ハワイにありました。日本では黒船がやってきた時に欧米と取引するかどうかという問題については国を二分するほどの争いが起きて、
300年も続いた江戸幕府が終わりにつながりましたが、ハワイでもまたヨーロッパ列強の国々とどう付き合っていくのかという問題から、社会の大きな変革が求められる時代が訪れていました。ヨーロッパの船が頻繁に訪れるようになった頃のハワイの社会状況はというと、王と王が争い合いを続ける戦乱の時代の最中にありました。そこへ外国船が次々に来て、これまでにない様々な紛争や緊張も生まれるようになります。盗難事件や外国船によるハワイ人の連れ去り、逆に外国人が拘束される事件など、言葉や習慣の違いによる小さな誤解が武力衝突に発展することも珍しくありませんでした。そんな危機の時代に現れたのが、後にハワイを統一するカメハメハ大王でした。カメハメハ大王は外国人と争うよりも彼らとの取引をいち早く取り入れ、銃や大砲などの新しい武器や軍事技術を活用しながらハワイ統一を進めていきます。しかし、外国人商人との関係はビジネスです。武器や火薬、近代的な船などを手に入れるには代金を支払わなければなりません。そんな資金をカメハメハ大王はどこから得ていたのでしょうか。ハワイには金や銀などのめぼしい鉱山はあまりありませんが、まとまった資源が一つだけありました。それが白檀の森です。以前の動画でもお話ししましたが、白檀の最大の産地はもともとはインドネシアのチムール島にありました。でもその頃はもう枯渇してきていたので、商人たちは新しく発見された太平洋の島々にも白檀の産地が眠っているのではと探していたところだったんです。それはそれまでハワイ人にとって神聖な場所とされてきた領域でした。木を大量に伐採するなんて、それまでまだ誰もやったことがありません。道もなければ台車すらない。いかだで流して運べるようななだらかな川もありません。伐採して枝を落として丸太を担いで海辺で運ぶのを繰り返し、を切り出すことは肉体的にも想像を絶する重労働でした。白檀さえなければいいのに、あまりの辛さに人々は後の世代のことを思い、若い苗を見ると足でこっそり踏みつぶしていたというエピソードも残っています。女性も若者も繰り出されて、働き手を失った畑は荒れて食料不足まで起こります。それでも王様への報酬を断ることはタブー。新しい苗が育つのを待つこともなく、木は切り倒され、ついには枯渇するまで区域は続きました。では、白檀の木が枯渇した時、ハワイ人は自由を取り戻せたのかというと、そうでもありません。次にやってきた波は捕鯨です。ロンドン、パリ、ニューヨーク、急速に拡大した大都市の夜を照らすランプの燃料として需要が急上昇していた原油。ハワイ近海のクジラを追ってアメリカの捕鯨船が次々とやってくるようになります。そして彼らは食料や水だけではなくて、酒場や売春などの娯楽を求めました。これはハワイにとっては外貨を稼ぐためのチャンスの到来ではあります。でもその反面、それまで守られてきたハワイの伝統的な社会の仕組みが根底から揺さぶられてしまうことになります。その当時、ハワイにやってきた西洋人の数はハワイの人口よりも多かったとされています。彼らが持ち運んだ感染症の流行でハワイ人の人口は激減していきました。この病気はこれまでのように神官に祈ってもらうことで治るようなものではありませんでした。人々は自分たちの世界が崩れていくのを目の当たりにします。アメリカからは宣教師たちも渡ってきていました。伝統文化は迷信、フラボ、歌も良くないことだと諭されて、キリスト教に改宗することを進めます。そして石油の発見によって捕鯨ブームが突然終わると、今度は砂糖農園ブーム。ここでハワイの土地は資本家である外国人に買われて、土地はみんなのものという伝統もあります。ハワイ人の苦悩はまだ続きます。さらに減少した労働力を補うために、資本家はアジアや南米から移民を大量に連れてきました。自分たちの島でどんどん少数派になっていったハワイ人。そしてハワイはアメリカの州の一つとなり、現代に至っています。戦争中は軍事基地として、戦後は世界の観光地として、ハワイには多くの人が訪れるようになりました。その
海の美しさもさることながら、本当に人々を引きつけたのは、実は失われかけていた伝統文化の中にあったということに、人々がようやく気づくようになるのもその頃からです。やっとここでハワイの伝統文化が見直される機運が訪れることになります。それはただの観光用の伝統文化ではなく、本当の伝統文化を復興させようという動きでした。今回は少し重たい話でしたが、次回はこの失われたハワイ人の文化復興の話、西洋人の偏見と常識をひっくり返したポリネシア人の伝統航海の再現を見ていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。